よし、じゃあちょっと行くぜ。はい。ガスが薄い、濃い。めっちゃガスが濃い。苦しい。なんかめっちゃガス濃い。すごいさ。うん。めっちゃ濃いよガス。そう、なんでこれ抜けてこねえんだ。うわー、なんも洗ってねえっけ。だから鉄粉かんでんだ。ああ、シフトフォークの。うん、だから無理して当たってん、シフトフォークに。もうやっぱそっぱさ、思ったそれだ。ギアの何にも洗ってねえからね。バラしてもいいね。外しただけ。切ったな。何よ。ちょっと磨けばいいのに。そこまで出てるのこれ。あ、そうですね。めっちゃ汚いです。うん。真っ黒よここ。真っ黒でしょ。洗ってないのよこれ。それでほらこんなんばっかり綺麗に再メッキして、でここが問題よ。ここ当たりになるところ。ここブッシュが来るんでブッシュが擦れるんだけど、ユニクロのメッキって削るからブッシュを。ここはメッキかけちゃいけないのよ。そこもメッキかかっちゃった。かかってるわけさ。クランクジャーナルのところまで液体ガスケットついてんさ。はみ出ちゃったんですかね。塗りすぎて。いやまあ塗りすぎてはみ出たのは分かるんだけど、クランクシャフトのところに結局付着してるってことはクランクシャフトがドライだったっていう証拠になるのさ。ああ、そういうことですよね。オイルちゃんと塗ってれば仮にはみ出てもくっつかないですもんね。ということはドライで組んでんこれ。それは結構やばいですね。ほらどっつら液体ガスケット。ああ、すごいがっつり塗ってあるっすね。ね、ここから動いちゃったのオイル。すごいじゃん。結局だからここのオーリング買えねえからなさ。もう傷がすごい。コロドの傷は完全に洗浄したかったから。スラッジのせいで。そう。全部ダメだよ。ほらクランク何にも洗ってねえんだ。傷。これダメだよこれ。だいぶ片桐さんが YouTube に慣れてきてるのもなんか面白いですよね。ちゃんとカメラに向かってだって映さねえと怒られるもん。すごいなんか YouTuber っぽくなってきたなっていうのは。だってちゃんと映すようにしてとか言われるけど後で怒られるの俺だもん。やめてくれや。大事ですもんね。
ベアリング全部交換。ダメ。なんでそうなるか。クランクシャフト洗ってねえから。きちっと洗ってればそんな気づかないさ。オイルシールのところにも液体ガスケット売ってる。これやっちゃいけないこと。コード間違ってるんだ。コード間違えこれほら黄色だろ、黄色だろ、黄色黄色黄色、ここあるほら黄色、だろ。こっちもそうだよ、全部黄色。ほら何が違うの？厚さが違うんさ。厚さ？ここは黄色じゃなくてこれ緑入らんかね。このメタルの厚さっていうのは油膜の関係があるからみんな厳しく制限されてるのさ。これがそうなんだけど、ここに AB とかって番があるだろ。これがここの直径なんさ。でクランクシャフトももちろんその刻印があるんでさ、それでこのベアリングの厚さを決めるわけ。でこれは黄色じゃない、緑でかね、緑なのに黄色が入ってるわけだ。だから当たりきついんだ。なんか当たりきついなと思ったら、そうだ。こので向きあるってね。向きあるこれ。スナップリングが入っていればいいってもんじゃないとか、向きあるさ。この向きあるし。細かく言うとこのギアの向きがある。全部向きあるんですね。でメッキかけるのはいいんだけど、ここだけかければいい。こっから下はかけちゃいけねえさ。なんでかって言ったら、ここはキックの時にスピンドルって言ってここするとこだからメッキがアルミを削ってしまうし、でこの部分にこのアイドラーが入るんだけど、こうなって、でこのアイドラーギアは常に回ってるでさ、エンジンかかると、この中のブースターだろ、金色の、ね、このメッキがこのブースター削るんさ。だからここはメッキかけちゃいけないところなんですよ。だからどうするか、このメッキ剥がなくなるんだよ。これぐらいの中でね、全然違うろ。ここの肌とこの肌見てみ、いいでしょ、ね。だからどれだけこれが凹凸があるかってことなんさ、このメッキ。
当然ここにオイルシールがかかるんだけど、このオイルシールも盛るよ。だって削るもん。このメッキは全部削るのよ。もっとほらこんな感じになる。綺麗でしょ。うん。さっき電車の方が嫌だと、うん。ツルツルになった。これで削らなくなるんですよ。うん、入ったね。入ったよ。あ、ひっても。ほら、ふめだよこれ。こうやって。うわ。だろう。全然これだから洗ってみるんだからね。いいでしょ。うん。取れない。取れない。ほら、マックオッケー。ね。で、これをちょっと海から突っ込んで溶かす。その間に今度はルーポンプをばらす。ゆるい。開けた跡がある。こんな緩くない。開けたんだわ。ね。まだ勝手に2回しかしないよ。オーバーホール済みを買ったのよ。で、2回しか乗ってないっていう。とても乗れなかったっていうの怖くて。いやー、ダメかも。傷だらけ。使えないかもこれ。圧送側でひどいわ。だなあ。ダメだわ。使えない。もう色がほら、色が茶色でしょ。だからサビを多分落としてると思うよ。ここもグリスついてねえし。
ダメこれ。え、ダメこれ。ダメ？うん。要するにサビサビのところにメイクしただけよ。ダメ。ほらここすってでしょ。でしょ。でここほらサビってあるでしょ。もうそうでしょ。ドライド言ってでしょ。ほらごめんそうでしょ。ほらあるでしょ。これ再メイクしただけよ。それ再メイクする部品じゃない。それ交換する部品です。ね。純正これから純正部品ね、本当でしょ。ほら、純正部品ね、ほらここで潤滑するわけよ。こんなザラザラするうち潤滑すると思う？これ見てると分かるけど、もうこんな使えるような部品を一生懸命メッキして使おうとしてるわけよ。これまともと思わないろ。これ削るよ全部今度。ほらでこうスムーズにこう動くことね、これ大事。さっきの全然動かなかったもん硬くて。でもう一つ困ったのがこれなんですよね。これが落ちてこないんさ。普通はこうならんかねえわけよ。ああ、そういうことね。でこの状態でここが自由に効かないとこれ首やからわけじゃない。その時にここ固定されるとこれを折ろうとする力に変わるのよ。だからここは必ずシリコングリスを塗布して動きを良くしてくる場所なんですよ。これで固定されるってことは何にもしてないってことじゃん。こういう風にしてこう組んでやんなきゃなんない場所なのよ。ここね。だからいくらサスペンションとゴムであろうと何であろうとそういうちゃんと適したグリスをね塗布して組まなきゃないの。でしょ。本当だ。これが当たり前ね。これぐらい動かなダメなのよ。思ってでしょほら。うん、本当だ。オーバーホールしたんだってよ。この色は綺麗。だってオーバーホールしたばっかだもん。あ、そうだよね。綺麗なんさ。だからこれのオイル漏れの原因でしょ。これかな。なんか穴開いてる。うん。これ、ね。うん。これがオイル漏れの原因だね。うん。もうダメってことだね。傷がすごいよ。でもスライダーすごいじゃん。これもダメだな。これ参ったな。こんななんでほらこれ持つとサビここ液体ガスケット塗る場所じゃない。どっちゃりじゃない。ね。だったらオーリングいらねえじゃん。こ
このスプリング新品入ってないよこれ。問題はこの液体ガスケットそうかね。一苦労なんだよこれ液体ガスケット剥がすの。よし。いいですか。